個人的に期待していたミオミニが届きました。ミオミニは初代ゲームボーイをめっちゃ小さくしたような見た目の中華ゲーム機で、スペックは高くないけれど、中華ゲーム機の良いところがめっちゃ出てる端末です。年明け初の中華ゲーム機にして、ガチで2022年1位候補。ではこんな感じで見ていきたいと思います。箱のデザインもしっかりとしていてテンションが上がりますね。側面にはパックマンのようなロゴが入っていて、スリーブが付いているタイプの箱です。背面にスペック記載、カラーは GB 風、スーファミ風の2種類展開です。では早速開けてみましょう。このグラフィックは間違いなく見ようですね。中身を取り出していきます。こちらが内容物一覧、充電用の USB-C と、マイクロ SD アダプターに、説明書が入っていました。基本的な使い方が英語で記載されています。気になる人は動画を停止して読んでみてね。この端末の一番の特徴といえばベゼルが狭くて大きな画面。画面とボタン部分がほぼ半分半分といったプロポーションがとても斬新で素敵です。背面にも初代ゲームボーイライクなラインが入っていて、握った際に滑り止め的な機能を持っています。下側面には左からイヤホンジャック、マイクロ SD、USB-C となっています。左側面にボリュームダイヤルがあります。これもゲームボーイライクだし、ダイヤル式は直感的で簡単に音量調整できるので好きです。上側面には電源ボタンとインジケーター。過去に発売されたポケット号のようにスイッチ式電源ではないのもポイントが高いです。右側面には何もなし、初代ゲームボーイオリジナルシェル漂白済みと並べてみました。漂白済みということもありますが、ミユーミには少し暗め、赤めに見えます。AB ボタンの色味はほぼ同等。スピーカーやスタートセレクトボタンのデザインも、ゲームボーイを踏襲していることがよくわかります。背面のデザインも素晴らしく、ラインの位置やバッテリー部分など、かなりこだわりを感じます。ボタンはいわゆるつるっとしたタイプで、触った感触としてはゲームボーイや過去のポケット号などに近いですが、遊びが少なくてかなり良い感じです。スタートセレクトボタンと中心のホームボタンは浅め、音がうるさくないクリック感で、全体的に良い。ちなみにゲームボーイのようにラバーではなく、プラスチックのボタンです。十字キーもしっかりと軸がありながら押せる安心感あり良い感じ。RG280V よりも少し浅め、小さめではありますが全然劣らないクオリティです。LR ボタンはショルダーボタンというよりは、背面ボタンって感じの位置にあるため、慣れるまで使いにくそうです。押し心地は、スタートセレクトボタン同様の浅いクリック感といった感じ。平置きした際に自重で勝手に押されるくらい軽い感触です。画面は 2.8 インチにして 640×480 と高解像度で、どんなゲームでも最適に遊べる最高な解像度だと思います。初期ファームウェアデフォルトエミュレータだと画面表示設定が少なく、少し困りましたが、レトロアーチからの設定で細かく設定が行えたので、個人的には満足しています。今後出てくるカスタムファームウェアでの改善も見込めます。ただ色味としては少し視野角が狭く、白っぽい印象。好みなので何とも言いにくいですが、RG280V の液晶の方が発色や視野角は優れているような印象です。私は、よりピクセルパーフェクトに見えるというのが大事なので、解像度の高いミユーミニの方が好きですね。起動は電源ボタン長押し。終了はメニュー画面で電源ボタン長押しするとパワーオフと出てくるので A ボタンで OK を選択して終了。デフォルトのメニュー画面はこのように左から、履歴、お気に入り、ゲームネイティブエミュレータからのゲーム起動、レトロアーチからのゲームの起動、アプリ、設定、と並んでいます。ネイティブエミュレータからのゲーム起動は、いわゆる頑張って、や MGBA からの起動になるんですが、設定項目がかなり少なく不満。レトロアーチから起動した方が現状では良いのではといった印象。レトロアーチでも動作悪くないですし、あとなぜかメニュー画面では PS ビタのストア BGM が流れています。謎、ゲームの追加方法は、マイクロ SD を取り出して PC に接続し、ROMS フォルダメニュー画面ゲームの中に表示される、RROMS フォルダメニュー画面リトロアーチの中に表示される、の中の各種フォルダに導入することで使えます。あとバッテリーを簡単に取り出すことができるのもかなりのメリット。サムスン携帯電話用のバッテリーと互換性があり利用できるとか、未検証なので自己責任でお願いします。最初手にした瞬間最高だなこれは、と思いましたが、価格性能ビルドクオリティなど、総合的に考えてもかなり良い端末です。ファームウェア的にまだまだ調整が足りていない感じはありますが、思っていた以上によく動くし、質感も想像以上、中華ゲーム機の良いところが思いっきり出ている感じがして、すごく気に入りました。PSP や DC などを遊ぶことはできませんが、2D レトロゲームには最適なミクロ端末だと思います。このまま2022年の1位通過するレベル、おすすめ。